どうも、さまです。今日はブレーキパッドの交換をしていきます。で、ブレーキパッドなんですけど、まず交換の前にブレーキパッドのチェックですね。外側だけじゃなくて、前から、ここからブレーキパッドは前後両方とも覗けますので、必ず前と後ろと両方ともパッドを確認するようにしてください。というのもブレーキパッドをしているシリンダーっていうのが、裏側にあって、こっちからギュって強くしてますんで、こことか固着してると、奥だけが減ってて手前が減ってないなんていうこともありますんで、必ず奥と手前と両方確認するようにしてください。じゃあ、交換していくんですけど、交換する前にこうやってハンドル切っていた方がちょっとやりやすいかと思います。でまず、このキャリパー外していきます。外すといっても下のこのボルトだけですね、外せれば OK ですので。下のボルト外すとこんな風に、よいしょ、こんな風にポコッとキャリパー上がってきますんで、ここにパッドがあります。ここにくっついてる金属、どういう風にくっついてたか忘れないようにしてください。裏側2枚あります。キャリパーのボルト外すとき、できれば下外してあげてください。これ上外しちゃうとホースがビヨーンって伸びちゃうんで。はい、外れました。見ていただくと分かるんですけど、表についてたやつのがまだ肉厚で残ってて、裏のが若干薄くなってるのが分かるかと思います。こういうことがあるんで、必ず、パッドを見るときは裏も見るようにしてください。でパッドが外れたら、パッドの表面ですね、変にデコボコになってないかとか確認しておきます。あまりにもデコボコだった場合、なみなみになってたりした場合は、ローターの交換もしくは最低限、研磨っていう作業が必要になってきます。で、意外にこれがそうなってますね。裏側のパッドなんですけど、やたらここが削れてて、ここが残ってて、またこっちが削れてるっていう状態になってますんで、この車はもう捨てちゃうんで、今回はこのまま放置しますけど、こういうパッドになってた場合、必ず、どっか整備工場に、相談するなりしてみてください。パッドが外れたら、今度ここにピョンって出てる、ピストンを押し戻していきます。で、押し戻すに整備工場とかですと専用の工具があったりするんですけど、うちらストリートはそういう工具持ってない場合が多いんで、特別な工具使わないでやる方法を紹介していきます。で、ピストンを押す前にですね、ブレーキのタンクのキャップ外して、周りにこうやってウエスでも新聞紙でも何でもいいんで、オイルこぼれないように何か巻きつけといてください。というのもピストンを押すとピストンの中に入ってたオイルがこっちのリザーブタンクの中戻ってきますんで、それが下に垂れて塗装につくと塗装傷めますんで、必ずこのように対策しておいてください。はい、じゃあ、ピストンを押し戻していくんですけど、使う道具は、メガネレンチ、できれば長いやつ2本使っていきます。1本のレンチをピストンの上に、もう1本をこんな風に組んで、あとはテコの原理でギューッとピストンを押し戻していきます。この時オイルタンクのオイルの量注意しながら押していってください。いっぱいいっぱいかな。
押せるとこまで押せたら、ブレーキパッド新しいのぶつけてきます。パッドがはまったら、さっき外したこの金属ですね、グリスアップしてきます。グリス本当はブレーキ専用のがあるんですけど、うちらそんなに年に何回もパッド交換するわけじゃないんで、僕マコーズさんのこのスレッドコンパウンドっていうのを、使ってます。これ一応、850度まで使える、グリスになってますんで、結構いろいろな用途に使えます。でグリスアップする箇所は基本的にはこの、削れている部分グリスアップしていきます。反対側これ2枚ありますので注意してください。グリスアップして取り付けたら、キャリパー戻していきます。で、下のボルトをしっかり締めたら、これで大型完了です。パッド交換終わりましたら、動き出す前にですね、まずエンジンをかけて、ブレーキパッドとローターの間、若干隙間空いてて、最初ブレーキ踏むとストーンと抜けますんで、何回かブレーキですね、ポンプして踏み応えが出るまでポンプしてください。いきなり動き出すと最初ブレーキ効かなくて止まれなくなりますんで、それだけご注意ください。最後にオイルの量調整して、ブレーキパッド交換終了になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。